こんにちは。こんにちは。今日は紫式部、特に豆盆栽になる紫式部のお話っていうか、もう最初から最後まで紫式部みたいな増やし方、刺し方、手入れの仕方、それから鉢上げ、出来上がり、展示品までみたいな感じ。全部。はい。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずですね、前もやってましたね、見沼小紫って命名された、うちの近所で生えてた紫式部。これがその原木なんですね。今もう切られてしまったので、その時の枝を切って刺しといたやつですね。結構古いんですけど、葉っぱが大きいんだよね。見沼小紫の特徴は、石棺が短い、紫式部って割とシューって伸びるイメージがあると思うんですよ。はい、それが木が大きくてもここが短い、ここわかるかな、これ。こう花があって下の段があってでまた下の段、こことここの間が短いのが特徴。なるほど。長いとピューっていっちゃって間延びしちゃうんですよね。でこれが野生で生えてた時に 3,4 本生えてた中の1本だけが異常に短かったと。多分鳥が糞をして生えてきてますから、その木特徴がね出たんだと思うんですけど、だからこれいいなと思って枝をバサッと切ってブスッと刺しといたやつですね。これを育ててたんですが、その後にやっぱり葉っぱが大きいんだよね、これ。で小さい葉っぱので実つきのいいのないかなと思って探していましたら、お客さんとこの庭にそのお客さんがブスって刺したやつで、これがね葉っぱがちっちゃい、ちっちゃいんです。でさらに実つきがよろしい、実つきよろしいでしょね。でこれもいいなと思って、これを去年一昨年あたりにまだもうこんなに枝がなかったね、ピューってしてたからちょんちょんちょんって切って刺しといた。はい、でそれも今年もう実がなってこんなにちっちゃくてなってるんですけど、こういうふうにいろんなのがあるんですよね。でさらにこれか、見沼小紫を庭に植えたやつですね。庭に植えたやつですが、庭に植えると相当伸びるんですけど、それでもほらここが短いでしょ。これは特徴ですよね。何が面白いかって言っても、紫式部は実がついてから刺しても実が落ちない。だから5月の終わりに花が咲きます、紫の。でオスメスはありません。でだけど1本だとやっぱなりにくいので、いろんなところの紫式部をこうまとめて咲かしとくとね、よくなります。1本で鳴らすんだったら花に水をかけないで、さらにもっとつかせたい人はジベレリンをかけるとか、トマト糖をかけるとかすればもう完璧なんですけど、なんで挿し木で一番つきやすいって言ったら6月の頭なんですけど、その時ね花咲いてるんですよ。刺せないの。なるほど。その時刺しちゃうと花取れちゃいますから、だから今確定した時期もう落ちません。もう完全に膨らんでますからね。この時期に刺すとこのまんまの状態で実が紫色になって、で根もつくと。もともと紫式部は4月から9月までつきます。ものすごいつきがいい植物なんですが、夏は刺す人いないし、9月だとやっぱり半分ぐらいになっちゃうから今ベストかなとは思いますけど、今年は梅雨がねちゃんとあるからやりやすいですよ。去年あたりだと暑くてねちょっと大変だったんですけどね。夏刺しっていうのもあるからね。これから刺すのは柿、ロヤ柿、あと椿は夏でも刺せると。7月の半ばから8月のお盆の間に刺すものがあるんですよ。意外とつくんですよ。でまずどっから行こうかな。刺し方、こういうバサバサの木はね、例えば親を作りたい人なんかだとこういうのは細かくしないとまずですよ。短く切ります。でこれは実を止めるというよりは親を作る形になりますけどね。これでねこれでブスって刺しとけば100% つきますよこれ。そういうものなんです。結構大きいですけどね。大きくてもつく。でもしこれがあれだったらこっち取っちゃってもいいしって。
いいし、ただまだほらついてるからね、はこれ刺した後さ空っぽだと寂しいからこれ以上切っちゃう。い。で発根はだいたい切り口あたりからブワッと出ますから、ブワッとね。おっきしめちょっとこれでいい。おきしを薄めたところに切ったら入れておきます、このくらいの葉っぱだったら半分に切んなくてもついちゃうのね、だからこれはこのまんまで例えばこれもったいないなと思った人、はい、小さいのを作りたい人はここで切るんですね、もう本当にタハだけ、それでこれは葉っぱ大きいから切りますね、でここに実ついてるじゃないですか、はい、このまんま紫色になるんですけど、この状態でこう斜めにねこう刺していくんですよ、これをいっぱい作っておけばちっちゃいのがね、ただやっぱ完璧かっこよくなるにはね最低3年はかかりますから、刺し木でもね太いところもつくんですよね。だからもうこういう感じで最初から格好つけてこういうのと実を無視してねこれはねやってますけどね、これは庭のやつ、はい、庭のやつってやっぱ間延びしてるんですよどうしてもね、だけどこっちは鉢に入ってるじゃないですか、同じ種類ですこれ、でどういうわけか今年気候が寒くなったせいで今花が来ちゃったのね、今頃咲かないんだけどね。紫式部このぐらいの太さのは簡単につきます、ここもつきますよ。あ、そういう太さ？はい。だって山から取ってきた時この太さでしたから。今こんな太ってるけどブスッと刺した。なるほど。すごいつきがある。じゃあ発根剤なくてもつくぐらいの。そう発根剤なくてもつくよ。咲いちゃってるからこれ絶対もう無理ね。実は止まんない。ああ、そうなんだ。だからやっぱ実ができてから刺した方がいいですね。実が絶対落ちなくなってから刺すと。本当今ちょうど今頃の作業。そうなの。でもこういう風に枝の細かく出てるとこ、こういう風に、でほらここに新芽出てるでしょ、新芽、これは同じ種類ですからね、こっちが鉢で育てるからもっとこうちっちゃくなってるだけでね。例えばこういういい枝じゃなくてこう伸びてる枝だけで増やしたい人もいるじゃない。いいとこ切っちゃうと形崩れるから、そしたらもうこういうのはねこれでもつきますからこれ切っといてこうやってこれ花ついてるの関係なくね、これ同じです。例えばこうちっちゃいポットね、赤玉土、これ細かいですけど下の方は粗いですからね、普通に挿し木、これもそんなに高い赤玉じゃなくても、大丈夫です。でもまあごく普通にこういうものは斜めにこう刺す、これで別に問題はないんですが、斜めですね。まっすぐだと後で困るのでね。かっこ悪いみたいな。そう。で実がついてるやつもこうね。でぐっと埋めちゃってもう葉っぱの元まで入れちゃう。深めに。動かないようにするのが大事ですからね。で多少太くてもさっき切ったね。これね。だいぶ太いですね。だいぶ太い。こんなんでも別にここへなんだ発根剤、まあ気になる人はつけてもいいんだけどね。例えばオキシベロン原液をここへ10秒ぐらい入れて、もう深く動かないように深く。まあこの花は実にならないと思ってください。それで普通に水をこう。これでいいんです。これでいいんです。豆盆栽なんかする人はこんくらいかなやっぱり。12345678910。これでいろんなサイズができるんですよね。一番大きいのでもこんなんで大丈夫です。よし。挿し木はこんな
まあオーソドックスじゃあオーソドックスね。だからいっぱいうちはちっちゃいポットに刺してますけど、いっぱいそんなにないよって言ったらドバチこのくらいのにブス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 って刺しといたって構わないよ。はい。汚い、葉っぱが汚い。これはいつ刺いつ刺したんだろうな。なんか書いてあるかな。春かもしれないですね、これ。春。だってまだ土が新しいもの。実もついてないから。花芽のないやつを刺したんじゃないかな。こうやってまとめてね、これ虫が食っちゃったんだけど、ブスブスって刺しといたっていいんですよ。結構出てる。早いんだよね、出るのこれ。まとめて刺してもこういう状態にはなりますので、これは1年経ってないわ、完全に。後で分けるのがめんどくさいってことですね。そうなの。結構根がね、出んのがすごい多いので、絡んじゃってしまうの。よいしょ。ほら、こういう風に出るから。あら。これがね、そう。こうなるわけです。これ多分ね、3月に刺したんじゃないかな。去年刺したやつだったら身止まっちゃってるから。こういう状態になるのね。結構古いとこ刺してるんでね。やたらね、根がね、こうやって出るのよ。だからどれをどういう風に使うかなんだけどさ、こういうのはまずこの辺邪魔だから切っちゃうでしょ。枯れてる枝ね。これはもう来年もう花芽に。ここはもう花芽になります、ね。だからその場合小さくするというよりはこのサイズでやるんだね。これを取っちゃって相関の方にしたいね。こういう風にね。こういう形だって可愛いじゃん。ここでつける、ね、流れあって。そうですそうです。とまあこれが今7月だから4ヶ月前でこれ出ますからね。なるほど。だから花がね咲きそうもなくてぐちゃぐちゃのやつは春一で刺しても平気です。これが見沼小紫の、まあ挿し木っていうかあれなんですけど、今度こちらは名前はね別にねつけてないですよ。こっちは確かに葉っぱちっちゃいですね。そうなんですよ。それでこれを刺してこれですから。こうなった。これはいつ？これが去年刺したやつ。だからさらにちっちゃくなる葉っぱが、で実が止まってるんですよ、ちゃんと。あります。だから究極の豆、このくらいの鉢に入れたい人はこの先っちょだけ刺してやっとけばできます。で意外とねこういう脇芽見えますかね。これポチってこれがねいい枝作ってくるんですよ。だからこの中で見沼とこれと両方あるんですけど、これがこっちですね。多分葉っぱの感じからいくと実止まってるでしょ。見沼だとやっぱちょっと大きいね。そうですね。かすかに大きいでしょ。これと比べちゃうとねすごいさ、飾る時にね葉っぱが落ちたいと紫色にならないから、紫色で飾るとするとだいたい10月の終わり11月12月1月ぐらいまで、で使うので、その時はもう完全に葉っぱがありませんから、あんまり気にしなくてもいいかもしれない。確かにそうですね。でこっちのやつはねさらにもったいないから、この種類は、長いんだよね。うちだったらここで刺しちゃう。一目刺しでこういう状態のをいっぱい作るんです、これから。やっぱ葉っぱと葉っぱの間に芽がないとダメですから、これね。その年はまあ面白みがないかもしれないけど、すぐ枝出ますから2年目にしてちゃんとなる。だってこれ刺したのがこの形で刺してますから、これほら枝がいっぱい出てるでしょ、下からこうやって。もう1年でこうなっちゃうんで、こういうのは大事にして刺しといた方がいい。豆作る人はね。多分ねいろんな紫式部売ってるんですよ。で最近またもう一つね、山荘屋さんから手に入れた紫式部がある。今持ってきます。ちょっと違う。これも小葉で実も小さいんですよ。これはねあんまり見てないのね。葉っぱの色が悪いのはあれなのか、もともとこういう赤くなる種類なのかは分かんないんですけど、だからこれも名前ついてないから印つけといてね、 ABC かなんかでやっといて、でこれも刺してみようと思いますが、小実なのねすごく。
実がちっちゃい。すごいちっちゃいんじゃない？小さい方のやつってほらこんなに違うんだよ。ちっちゃいですね。ちっちゃいでしょ、見っけてきて 3,4 本しか売ってなかったんですけど、主に盆栽店より山荘店の方が変なものが多いので、添えの木を作るとか下草を作るとか、なんかあったらやっぱ山荘屋さんに行った方が面白いかも、だから秋になると実をつけたまんま刺したやつもう完璧根が出てますから、だいたい東京店じゃ早いや秋画か11月。11月の頭にある秋画展グリーンクラブの、その時はお安くバーッと出ると思いますよ。もうじゃあもうこの辺が並んでるわけですね。そう実がついた状態で紫色になってて3種類出る予定です、多分これねこれじゃないよね葉っぱがね。みんなこの紫じゃない、こっち葉っぱでも大きく見える。大きいけど葉っぱの質が違うんだよ見沼とは。見沼はねちょっとよれるよれがあるんだよ、こういうふうにで小さくなってもよれてるでしょ、でこれシューッとしてるでしょ、多分こっちはこれを刺したんだと思うんで自分で覚えてないんだよ、でほら実もつかないぐちゃぐちゃになってる人、こういう状態で持ってる人がうんといるのね。お客さんに聞いたらどうしていいかわからないと、今すぐ手入れしないといけません、来年の花芽がね確定しちゃうんで。そうか、上の方でついたら使えない。そうこんなところで花芽来ちゃっても困るでしょ。だからもう今すぐなんですよ。これはひたすら小さくするんならここで切るしかないんですよ、葉っぱにまで残してこうでこう真ん中取ってでこのビューって伸びてるのよく見るとここに目当たりあります、目当たり、はい、これ切る目当たりがあったらもうそこまで切り戻す。あんまり細い枝はね花芽来ない、こんな細いのは、これはねその場合もうこれ切っちゃしかないんでね、このくらい切り詰めるのが今です。ちっちゃくなっちゃった。はい、こういうふうに今しとくので肥料をやって日陰に置かないことです。日陰に置くとまたこの状態に戻っちゃいますからね。なるほど。あっという間に伸びるんですよ。日向に置いた方は伸びないってことですか？伸びないですよ。でもともと紫式部は林の下に生えてる植物で、山に行くとよく見かけますけど、樹高がね大きくってもこんくらいこの屋根ぐらいにしかならないんですよ、だから日陰に持ってく人が多いんだけど、もともとの感じだとね、で乾くのが早いの、すっごい乾くんですよこれ。だからみんな日陰に置きがちなんですか？そうだけどそれやっちゃうと伸びるから、多分もう7月の半ば過ぎて切ったんでは来年花来ないと思うよ。なるほど。じゃあこの辺のやつとかも切ってたってことですか？こういうのも。はい、切ってました。伸びたら切って伸びたら切って。そうで花をここで咲かせて。そうでまああとは根が回ると伸びが止まるからね。そうですか。鉢の中で根がいっぱいになると伸び止まります。その代わり水は大変です。このサイズでこんだけ実をつけるとなると結構乾くんで、そうですよね。他の木よりちょっと多めに水やる、でさらにあんまり日陰に置かないということなんで、日向で水盤とかに置いとけばいいですか？いやー水盤はダメだな腐りますよだから水盤というよりは二重鉢ね、水が下も抜けた方がいいってことですね。そう二重鉢にして、うちなんかだと苗床、穴の開いてる苗床に布を引いてその上に砂引いて、で一瞬水たまるんだよね、でさらに乾くのにほら下に布があるから時間かかるじゃないですか。なるほど。そうするとカラカラになる前に次の水来るから、それはやった方が楽は楽ですよ。わかりました。別にこのサイズじゃなきゃ平気なんですよ、くらいのだったら普通に育てれば誰だってできますからまあ夏ねこのサイズをいっぱい作って枯らしちゃいそうだなって今思ったんで、二重鉢がいいですね。はい、二重鉢がいいです。それとこういうふうにいっぱい吹いちゃうのね、切るとぐちゃぐちゃでしょ、ぐちゃぐちゃ。これ
小さい枝残しとくと花芽がつかないから、ピンセットでもう邪魔なやつはピッ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 って取ってかないとダメだ。すごく吹きがいい木なんで、上を切ると必ず横枝が出ますから、それをあれしちゃうと、だから小さくするのは簡単なんですよね。だからこれ結構詰まってますよね。だからといってそのまんまほっとくと実は止まらないからね。実を取るか形を取るか、このくらいまで透かしとかないと。さっきぐちゃぐちゃだったでしょ、さっぱりしたでしょ、でこの状態にしたら、まあ肥料をね切ったらね、これは何でもいいですよ、消毒オルトランすぐ虫が葉っぱ食べちゃうから、オルトランパラッと巻いて、この状態で日向に置いてください。日向ね、ここまで切って日陰に置くとまたこれ繰り返しになっちゃうんでね、多分刺したのが遅かったやつだと。やっぱり遅いと花芽つかないじゃないですか、もったいないから切り刻んだ時に貧乏症なんで刺しちゃうんですよ。それでやたらこういうのができちゃう。でこれがですね、見沼小紫を刺して2年前の、うわー虫がすごいのがある。ほら虫？卵見っけた。これがつくから消毒が大事ですね。はい、これだよ。なんでしょうね。2年前に庭木をバッサリ切られた後に吹いた葉っぱがね、葉っぱがこんな大きくなっちゃったことがあるの、一回、庭木が。これね、これ、これはね、こんな大きく、その時に一目差しだから、多分ここでこういう状態、でその時はもう花も実もついてなかったんで、これね、こういう状態で、こういう状態で2年前にぶっすりと刺したやつがこれなんですよ。これなんでかっていうと、ここがね妙にね太くてごっつい感じするでしょ、T の字になっててね、形あんま良くないんだけど、2年後なんかいい感じじゃないですか、全然葉っぱの大きさ変わっちゃうし、これだからね、葉っぱこれがこうだから、そのくらい早く作れる。なるほど、努力次第ってやつですよね、水とそれから置き場所とそれから切る時期間違わなければ面白いですよね、オスメスもないし、第一色綺麗だし、花も可愛いしね。そうですね、花可愛いし、これは去年刺したやつでしょ。これは去年、これはもう小さい葉っぱの方なんで、これもね枝のいいとこなんか取れないから、もうこんな感じになってますけど、これもこっちでしょ多分、こっちの仲間、これがこっちで、これがこっちだ。よれてるから、こっち太いから、これですよ、これ。これの仲間あんま分かんないよね。まあでも言われたら葉っぱのやっぱね、こっちがありますもんね、ぐにゃぐにゃって。そうよれてんのね、別に矮化剤を使ったわけではなく、勝手にこうなります。親がなってるからね、こういうふうに。まあどの種類も同じ作り方は、もうあれですよ、こっち見沼は花芽がつくのが早いので、こっちよりすでにこの先端はもうなりますよ。これ大きいでしょ、これ真ん中の芯が、これ花芽です。花芽、これ花芽完璧になりますね。だからほら、こっちのはちっちゃいじゃない。来年の花芽ですね。そうもちろん来年の花芽ですよ。この差だよね。でもこれは有料株でしょ。まあ葉っぱがね小さいから、ただよく考えたら展示しないか、葉っぱある時。そうですね、しないよね、しないからあんま関係ないのかな。だけですよね。関係ないのかな。まあでも石棺も短いんじゃないですか。どうですか。短いですよね。短い、確かにこれ短いんですよ。まあ作りやすいのはやっぱこっちかもしれない、豆盆栽だと。こっちでも十分いいですけどね。まあもうね、一時期買えなかったですよね、みんな買っちゃったから。だから刺し穂がなくなった時で、これを今度はどういうふうに生鉢に入るか、これかこっちやるか、豆だから。まあこれそうですね。これはこっちやって、でこれはこれもいいよ。これでしょ。見沼の方はどっちも2年目でした。これ1年目か。
これ1年生ですね。これはそうですね、刺して2年半ぐらいですかね。でこう伸びてる枝を大きいじゃないですか。これはいらないかと思っちゃう、でもこっちにすっごい芽が出てるでしょ、横から。でこの場合内側に出てるのは邪魔なんでこれは取る。ここに2個出てたんで1個取りました。であとは取っときます。でこれがもう来年の花芽がここについてますからね。これでもっとちっちゃくしたい人はここ下に実があるじゃないですか。ここで上捨てちゃう。なるほど。そうするとさらに小さくなってね、その辺はどうなんでしょう。今まだちょっと早いんだけど、もし生鉢に植えるのは9月でも全然間に合うんですよ。9月まで挿し木ができる木だから、安心して植え替えができるんですよ。植え替えた直後の水だけ気をつけてれば。でこれがあってね、見場が悪いじゃないですか。これここで切っちゃってもいいんですよ。葉っぱをね、こうやってそう一番上ね。でも問題ないと。ほら、さっぱりした。ここも2段階になってるのでこれも取っちゃって、葉っぱがでかいという難点ですね、これが、唯一。よいしょ。であとはほらまだ2年だから根がそんな張ってあるわけじゃないの。ほら楽でしょ。張ってるっちゃ張ってるのかなみたいな。張ってない方なんです。これでまだ張ってないんだ。紫式部の張り方は半端ないですから。もっとぎゅうぎゅうに。もう2、3年ぐらいでね、もうガッチガチになっちゃって。ただね、気にする人は毎年植え替えちゃったりするんだけど、そうするとばっかでかくなっちゃうから我慢させないと。あ、そういうもんなんですか。すんごいね反応早いけど我慢させる。あれがそうだよね、黄色い花咲くやつ、ムレスズメ。ムレスズメって植物、根が完璧回らないと花来ないんですよね。だから毎年植え替えてると一生咲かないの。あ、そうなんですね。2年目に咲きます、植え替えて。こんな感じですね。ね、もうバッサリ平気ですから。もう全然平気だから。これは上の根を取って、これだと相当小さいのね。ちっちゃいのがありますね。ありますよ。こんなにいっぱいあるんだ。いいでしょう。紫色になるので、何が合うかな。これ面白いね。でもちょっと紫だとあれかな。今は地味だけどね、この色。黒は合うのは分かるけどね。長すぎるよね。冷たいよね。黒はもう絶対合うんですよ。やっぱこれ落としましょうよ。気になってしょうがない。いや、これ。ほら、よくなった。これだったらかっこいいけどね。でもちょっと自信ないな、私もここまで。でも一般の人はこのくらいでやんないと枯れちゃうか。もう気持ちですよね。気持ちでしょ。気持ちちっちゃい方がいいかな。そうなのよ。気持ちちっちゃい方がいいだけど、そのことこの派手なの。これ同系色なんだよ。あ、いいかも。紫色。紫に紫色。確かにちっちゃいでしょ。青。あ、金色。あ、合うかも。サイズもね。で、ちょっと斜めにこう。これいいかもしれない。これじゃノーマルだな。ノーマル立ててる上。これにしよう。これ。黄色。黄色っつうか金色っつうかね。で、これはこれ決まり。で、こっち。1年だからほら、根っこはこれしかない。ああ、結構ありましたね。下がね。ここまで埋まってたからね。その下の芽が出てくる、伸びればいいけど。そう。この場合はもう斜め上で小さいのしか入んないね。このサイズないかな。こういう感じで生け花風に。生け花風にやった方が、このまっすぐだからね。盆栽になってないからまだ。ただちょっと実を楽しむだけだったら、こういう方が意外といいんじゃないかな。これは気に入ってんだけど、もったいない。もったいない。それも良かったですよ。そう？それ合う？ぼってりしてた方が面白いかなと。あ、これ合うじゃん。あ、これだったら豆でいけますね。いけますか。じゃあこれやめて、そっちにしよう。採用された。はい。
こんなんでこんなあれね、例のはい、マガマガフ系です。でこれ前後ろはどうだ。ギュッギュッ。そしたら細かい筋で。ね、うん。時間の？うん。入らないからね。はい。これ以上大きい粒は無理です。これ難しいんですよね。本当はさ、こっちの枝が大きいから、はい、こっちが本体だとすると切りたいのね。こっちを。だけどここに花芽が来ちゃってる。はい。来年のこと考えたらこっちは絶対咲かないから、もうこんだけになっちゃってるからね。新しく芽が出てたとこ切っちゃいましたので、先端を、はい、先端に来るんだから、だからこっちは来年咲かないと。だとすると来年のためにはこれが切れないと、なんで同じ高さなのね。でさっきここにちょっと出てたんですけど、それも変だったのね。だからね難しいですこれ形を植え付ける形がこうかな。あんま考えてもダメなんだよね一瞬で決めないといつもそう思うんですよ。ぐずぐずしてるうちに何が何だか分かんなくなってくる、自分で。直感を、直感、ここって決めたらもうギュッてやっちゃう。でも意外と枝切る時も直感でパッと見た瞬間にこれおかしいと思ったら切んないと、眺めてるうちにどこがおかしいんだか分かんなくなるでしょ直感です。まあ失敗してもね直せますからね。そう、生きてますから、枯れるわけじゃないからね、そこで切ってもね、ちょっと2年余計にかかるか1年かかるかの問題ねで縁のとこだけ押すのよ、真ん中押してないですよ。縁のとこだけ押すと土がね水やった時出ないから。こうすかね、いい感じ。斜めに、少し斜めでこっちが前に来るように。はい。ね。で、あとあれですよ。来年はまた考えないよね。こっちに実がついたら、向き変えて植え替えるとか、この枝を切るとか。これ切っちゃってもいいのよ。このね、Y の字がね、ちょっと気に入らないところがあって。そう。だけど実がついてるし、来年の花芽もあるから、取ってあるんですが、ここを切ってこの枝は刺しちゃってこっちだけで作っていくこともできます。ここにいっぱい芽吹いてますからね。はい、こんな感じではい。こちらが挿し木2年生、こちらが1年生、はい、あなたの努力次第でこんなちっちゃい豆鉢に入る紫式部ができます。できる。挿し木もねつきやすいから1個あればいくらでもできちゃう。1本ねどんな木でもいいんですよ。まっすぐだろうとなんだろうとね斜めに挿して次の年に枝をねちゃんとやってやればこういうのができるね、これ根の張り方的にはね値上がりもできそうですよね。ちょっと上げていけば、だからいろいろ工夫次第でいろんな樹種、あと樹形がね県外に曲げといてね落とすとかね、もうできますしね、楽しいと思いますよ。そうですね。まあ花も見れて実も見れて、まあ実がね紫になると可愛いから以上、紫式部編でした。はい、ありがとうございました。お知らせとかは大丈夫ですか？常設売店に割引セールがあれいつですか？7月16日から26日の10日間。あ、長い。16、17、19は大河がレジやってますそうちょっと多いんです。ただね紫式部はこれは出せませんよ。これ差し立てと植え替え立てですからね。秋ですね。これはもう秋はもう9月にねもう決まってますから。東京商品盆栽フェスティバル、いわゆる秋の大収穫祭と一緒にやるやつ。あれは9月の、18、19、20です。18、19、20、
東京支部店なんですけど、はい、日本商品盆栽協会東京支部、創立50周年記念でございます。はい、私も展示しますし、大河君も展示します。はい、で、これに、合わせて、秋の大収穫祭という、山野草、多肉、盆栽、結構売店が、もう豆盆栽の新しい売店も出ますし、いろいろ盛りだくさんでやっておりますので、ぜひお越しください。はい、紫式部はここは何個かはあるけど、でも挿し木したやつはさすがにまだ早いので、11月の秋画にはもう根がもうちゃんと出てますので、実ついて挿したやつ試しにお安く出ますので、そこから 1,2 年作り込んでちっちゃいのを作りたい人はそこから始めてください。はい、はい、オノフェスはオノフェス10月の20何日23日そこでも出せるかな。じゃあ出せます。秋画の前だ。そうです。なくなります秋画。オノフェスのが先ですよね、多分売るのは。何日だっけ、土日。24、25。10月の24、25に盆栽オノフェスやると。はい。というわけです。そう、秋画の前にフェスがあります。フェスにいらっしゃらないと秋画ではもう売り切れてないかもしれない。ないかもしれない。ぜひ皆様。はい、お越しください。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。